いきますよ。はいどうも、ビバです。今回はこちらのボトルアクアリウムを立ち上げていくんですが、せっかく空っぽになったボトルアクアの容器があるので、ボトルアクアリウムの球状容器の特性についてご紹介をしていきます。通常水槽というと真四角のものが多いんですけど、最近はこういった球状のものだったり、ティアドロップとかいう雫型のものとか、シリンダーという円柱状のものとか、いろんな形のものがあります。一般的な四角い水槽だと特に何も気にせず使うことができるんですけど、曲面ガラスを使ったボトルアクアリウムの容器、こういった容器でアクアリウムを始めるときには若干癖があるので、ぜひこの動画でその癖について知っていただければなと思います。その癖というのは、この球状ガラス容器、水を入れると中の見え方がガラッと変わります。今これは空っぽの水が入っていない状態。後ろには格子状の模様のついたカッター板を置いています。今水を入れてないので、ガラスを通して後ろの格子状の模様見えてると思うんですけど、これに水を入れるとどのように見え方が変わるか、こちらのバケツの水を入れていきます。いきますよ。はい、どうでしょう。見え方がめちゃめちゃ変わりましたね。まるでバスケットボールの模様のように模様が変わりました。これがこの球状のガラス容器の見え方の特性です。なぜこのように見た目が変化するのか、これは光の屈折が関係しています。詳しいことは理科の授業に譲るとして、実際にこんだけ見え方が変わるっていうことを知っておいていただきたいです。こういった球面ガラスのボトルアクア、見え方の特徴は2つあります。まず1つ目は、物が拡大して見えるっていうことです。今ここにサイコロがあるんですけど、これをこちらの水槽に入れてみます。これを今真ん中に入れるとこんな感じで、一番手前に近づけるとこのぐらいのサイズですね。これが多分正しいサイズだと思うんですけど、これが一番後ろに行くとこのサイズになります。どうでしょう。だいぶ違いますよね。これが曲面ガラスの見え方の特徴。物の大きさが手前と奥でだいぶ違います。奥にあるものが拡大されるっていうのにはメリットとデメリットがあります。これは特にカメラで撮影をしている時に大きく影響するんですけど、手前にあるものは見た目通りくっきりとした映像を撮ることができます。写真を撮る時も同様で、手前にあるものはくっきりとした写真を撮ることができます。ただ奥にあるものがかなり撮影が難しくなります。具体的にはピントが合わなくなります。これはこの球面のガラス面が歪んでるのでピントが合わせづらいと思うんですけど、人間の目で見る限りは頭の中で自動で調節して綺麗な映像で見せてくれます。ただカメラのレンズとかを通すと、このガラス面がどうしても影響してしまって綺麗な映像を撮ることができません。これは手前にあるものではなくて、奥にあるものの映像が綺麗に撮れなくなります。どうしてもこのガラスがいびつなんですね。カメラのレンズはとても精巧なもので、歪みとかはほとんどないと思うんですけど、アクアリウムのこういったガラス容器、これはどうしてもいびつなものなので、映像に影響が出てしまいます。わかりやすく言うと、レンズがデコボコしたメガネをかけてるような感じ。逆にわかりづらい。とにかく人の目で見る限りは奥にあるものが拡大されて見えるので小さい魚も見やすい。ただカメラとかで映像や写真に残そうとすると奥にあるものは若干撮影がしづらいです。ボトルの手前にあるものについてはさほど影響はありません。そしてもう一つの特徴、この容器の左右、ガラス容器内部の左右に配置されたものが見えなくなります。どのあたりから見えなくなるんだろう。だいたいガラス面の 2、3 センチあたり、この部分に配置されたものは正面から見えなくなります。これはメリットとデメリット両方あって、例えばこういったエアストーンとか CO2 のストーン、これをこちらのガラス面ギリギリに配置すると正面からは見えなくなります。こういったエアストーンとかアクアリウムの
機材を水槽内で見せたくない人はこんな感じで側面に配置すると隠すことができます。小型のヒーターとかもうまくすれば隠れるかもしれません。そして見えなくなるということは、このガラス面ギリギリに生えてる水草とかは見えなくなります。なのでギリギリに綺麗な水草が生えていても正面からは見えません。もちろん見る角度を変えれば側面にある水草も見えるので、そのあたりは特段気になるデメリットではなさそうですね。ガラス壁面のものが見えなくなるっていうのは、裏を返せばこの部分には物を配置しなくていいということになります。例えばボトルアクアで水草水槽をやる場合は、正面から見ると決めた場合だと、ガラス壁面には水草を植えなくてもこんな感じでモリモリの水草水槽に見せることができます。これは実際壁面まで水草植えてるんですけど、実際はガラス容器から2センチくらいは水草を植えなくても同じように見えるかと思います。四角い水槽の場合はどうしても水草ギリギリまで植えないとこういったモリモリ感は出ないんですけど、ボトルアクアだと若干水草を節約してもモリモリの水草水槽に仕上げることができます。正直ボトルアクアの壁面近くは水草がとても植えづらいので、そういった面からもガラス面ギリギリには水草を植えなくても良いかもしれません。以上がこういった曲面ガラスのボトルアクアリウムの特徴になります。まとめると、後ろに配置したものは拡大されて見える。魚とか観察はしやすくなります。そして壁面に配置したものは正面からは見えなくなります。ヒーターとかエアストーンとか隠すのに都合が良いです。逆に壁面に配置した水草とかも見えなくなります。壁面付近は底床が浅くなってしまうので、とても水草を植えづらいです。なので元から水草を植える必要はないかもしれません。そして中が拡大されて見えるので、少ない量の水草でも水草もりもりの水槽に見せることができます。カメラなどで撮影する時のデメリットとして、奥側にあるものは映像が綺麗に映らなくなります。これはどうしてもいびつなガラスレンズを1枚通して撮影するようなものなので、どうしても映像は歪んでしまいます。手前にあるものに関しては一般的な平面ガラスと同じく撮影ができます。人間の目で見る限りは脳内で補正してくれるので特別支障はありません。というわけで長くなってしまうので、こちらのボトルアクアの立ち上げはまた別の動画でやりたいと思います。今回は曲面ガラスのボトルアクアリウム容器、これを使う際の特徴、メリット、デメリットなどをお伝えしました。個人的にはインテリアとしても可愛らしいので、水草水槽だったり少ない数の生態を買うときは結構おすすめです。ただ飼ってる魚とかをきれいに撮影したいとかいう場合は、平面ガラスの四角い水槽の方が良いかもしれません。特に今はいろんなサイズの水槽が出ているので選択肢は広いと思います。これからボトルアクアリウム小型水槽を始められる方の参考になれば幸いです。それでは今回の動画は以上です。もしよければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それでは今回もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。